おっさん、アマチュア、ロックンロール。イエイ。で、なぜまたコンセプトアルバムを作ろうということになったかということなんだけども、主で塗りつぶせで生きるんだよ進むんだよとか歌ってるんだけど、あれがまたたまたまね降りてきたメロディーだったり歌詞だったりしたわけだよね。それで降りてきた歌詞っていうのは、ハゴにしちゃうとバチが当たりそうなもんでさ、で仕方なくストーリーを説明できるようなアルバムを作ろうと思う。それでコンセプトアルバムになったということだよね。ある架空の街があって、その街は階層構造になってるんだな。で、上から富裕層、一般層、貧困層、犯罪層というふうにカーストによって住む場所が隔てられている。で、この街に救世主が訪れて週末がやってくるという噂が流れ始めたと。これがこのアルバムの全体の世界観になっているんだね。この曲は架空の街に広がった救世主と週末の噂を表してるんだけども、ここに裏テーマがあってだね、それはロックが降りてきた日を表している。この2つがシンクロしているストーリーになるんだな。そうだね。この神とか聖者とかを全部ロックに置き換えると、俺の言いたいことが大体わかる。そうだね。風潮されたのは神の死、それで弱者が望むっていうのが終末。流行ったらいいよね。皆さんぜひ「Come on baby go we can do」っつって入らせてください。この曲はデビッド・ボーイのコンセプトアルバム「ジギスターダスト」でいうところの5 years だね。今年の8月15日に世界が滅ぶっていう噂あったじゃない。あれとシンクロしてるんだよね。15日しかないというにもかかわらず全然切迫感がない。これは架空の世界のその人たちの生活を書いているんだけども、現実世界のさ、俺たち8月15日に何かしたパニックも起きなかったよね。案外現実世界も一緒でさ、みんな予言なんて知ったことじゃないと世話しない生活を送っているっていう、この架空の街もそうなんだな。ほらコメント。これはシュレ塗りつぶせの中に出てくるアイスクリームというのが大切な思い出であったのに対して、ここで出てくるアイスというのは瞬間的な享楽のアイコンになっているんだね。前の曲では架空の街の一般層の人たちの生活だったんだけども、今度は富裕層の生活を表現した曲になってる。クールなんだけどね。金持ち臭くて鼻につくでしょ。自由は金で買えるとか言ってるじゃない。金を払って管理されたリスクで収まる危険なアクティビティを楽しんでる連中ということだ。でもだから幻想って言ってるんだよ。奴らにとっては所詮週末なんてクールな日でしかないんだよ。俺はハーレーが買えて維持できるの収益がないよ。実際リジットのハーレーが欲しいけど。ここからはガクンとして貧困層の日常を書いたわけ。楽曲もね、めちゃくちゃ生々しくてザラついた質感を持っていて、俺はこのアルバムの中でこの曲が一番好きなんだけど、それで主人公はライブチャットの相手に慰めてほしいっていうわけなんだけども、所詮仮想的な救済であって何の慰めにもならないってことを主人公分かってたりするんだな。そうだけど重要なのはそこではなくて、俺に最後の口づけって言ってるとこなんだね。つまりここに来て初めて一般層と富裕層とは違って週末と救世主を待ち望む人物というのが登場したということさ。日本のロックでよく使われる傷だらけの天使っていうフレーズがあるんだけど、それをひっくり返した表現してるんだね。この曲は犯罪者層の生活を書いた曲だね。架空の街の深層に潜んでいて、禁欲や情欲を使って人々をおびき寄せる
まさに提灯暗号な要素をしてるわけだ。悪玉の親分がこの世が終わるなら次の世ではパン屋にしてくれっていうね。これは犯罪者層そもそもが終末と救済を求めているっていうことを示唆している場所だ。選べないだけの状態だって歌っているけども、あれって叱咤ではなくて皮肉だからね。選ぶことさえできないっていう。この曲はついに救世主が立ち上がるっていうところだね。この曲が次のシュデヌリツブセの詳細を語っている曲になるのかな。主人公は犯罪者層や貧困層の住民を集めてパレード的な行進を行ったんだ。シュデヌリツブセを含めこのアルバムの中心となっているのはこの革命前としたパレードの話。俺はこのアルバムにデモクラシックな意味合いをもたらせるつもりはないよ。でもストーリー上彼らが何を求めて立ち上がったかは明白なんじゃない。それって保守層が攻撃してきそうだってこと？俺は多流性の尊重を歌ったのであってマイノリティの過剰保護を歌ってるわけじゃないんだよね。ポリコレを叩いてる人間は少ないけどね。分かってない。排斥しようとする側ともみ合いになるのが次の曲というわけさ。前の曲で詳細が語られた通り、この街の虐げられた人たちの行進の様子がこの曲だってことだ。ミュージックビデオの背景とかレコジャケって何か血生臭いものを感じた人たちも多いと思うんだけど、その通りストーリー上ではこの行進がカタルシス的な惨事として描かれている。ストーリーから照らし合わせて彼らが立ち上がった理由が階層構造の破壊だということはまず間違いない。ネトウヨ的なアンチが湧くって言いたいわけだから。ロックミュージシャンってジョン・レノンのせいでリベラル的な印象がすごく強いじゃない。とはいえそのジョン・レノンも共和党時代のロナルド・レーガンをひいきにしてたっていうしね。表と裏では人の思いってのは変わるもんさ。俺がリベラルかといえばもちろんリベラルだよ。ロックミュージシャンだしね。リベラルじゃないっつったらあの世で今間の京志郎に説教食らう羽目になるぜ。この曲はカタルシスを得てストーリーを包み込む絶望を書いたものだね。シュデヌリツブセで主人公たちが求めた階層構造の破壊がされなかったことを表している。現実世界では悲惨な日常を受け入れてしまった人たちが多数だと思うんだけど、そんな生活を送ってる人にはずしんと響く曲だと思ってるね。ぶっちゃけシュデヌリツブセもこのアルバムの全体のメッセージは伏線でしかないんだよね。それは最後まで聴けばわかると思う。これは救世主になるはずだった主人公の不在を嘆く仲間たちの歌だね。リリース時期と同じ季節を歌うことで現実世界とリンクさせるような役割も含めてうまいこと言うね。この楽曲はすごくアルバムの中で重要な楽曲になっていて、革命の失敗の対比を季節の移ろいにすることによって人為的な環境変容は失敗に終わり、自然の力による環境変容は変わりなく起こる。片や相対にして片や絶対、対比相手が絶対不変なんで、革命の失敗というものを個人の心の悲哀として賠償してるんだな。それがまさに次の感じるだけで。これは後に見つかったパレードの後に街を落ち延びた救世主の青年が残した手紙という形で作られた楽曲だね。パレードは失敗に終わり、物質的な救済や力学的な変容は起こらなかった。でも本当に大切なのって心の救済なんだよね。物質に囲まれて不便なく生活できることを自由とは言わないでしょ。心が何の束縛も受けず自由な状態でいること、これこそが真の救済である。このアルバムのストーリーで伝えたいのはまさにそれなんだよ。自然とそういう流れになってしまったけどね。イエスが現れてユダヤ人は救世主による終末と彼らのための国の成立を願ったわけだ。ところが救世主は一部の奇跡を除いて物理的な救済や力学的な変容をもたらさなかったんだよね。
その代わりに精神的な救済を世界中にばらまいた。多くの人たちが幸せになるように。なわけあるかい。プロテスタント教会からクレームが届いちまうよ。それにあんまり宗教言わんでくれる若者に聞いてもらえなくなっちゃう。大げさだなって定義したいところだけども、自分でリリースした上でこれってやべえななんて思ってたりするんだよ。自分で作って自分で聞いて自分が泣いちゃうっていうね。そうだね、文学作品だと思って聞いてほしいかな。小説がある特定の部分だけで全体を把握できないように、このアルバムも全てを聞いた上で発見や理解ができるような構成になっている。ぜひ全曲聴いてほしい。その上でいい悪いを判断してほしい。